おはようございます。とうこママです。子供6人を育てる母です。この日はとある火曜日の朝です。いつもの平日の朝の様子を記録してみました。12月に入り、朝も冷え込むようになってきました。6番目の息子を出産後に腰を骨粗しょう症で骨折してしまってから約3ヶ月ほど経つんですが、リビングにベッドを置いたままにしています。そこで私と息子は今も寝ています。だいぶ私の腰の調子は良くなってきたのですが、息子のお世話をするのにベッドの方が腰に負担がかからないので、そのままにしています。末っ子は4ヶ月になり、夜中に起きる回数は減ったのですが、今も夜中は1回ほど泣いてミルクを飲んでいます。今までは早起きも苦ではなく、朝5時になるとパッと目を覚ましていたのですが、最近は眠たいし、できれば本当はもっと寝ていたいなという感じです。とは言っても子どもたちのお弁当作りや朝ごはんの準備もあるので、少しずつ生活リズムを戻しているところです。朝6時、まだ外は暗いですが、朝の支度を始めます。この冬はインフルエンザが猛威を振るっていますよね。子どもたちの学校も学級閉鎖がちらほら出ています。先週は次女が発熱して、いよいよ我が家もインフルエンザにみんなでかかるのかなと思ったのですが、誰にも感染することなく1週間が過ぎました。次女も1日熱が出ただけで、あとはすっかり元気に過ごしています。今年のインフルエンザは重症化する場合もあれば、インフルエンザとも気がつかないぐらい軽症な場合もあるようですね。とりあえず何ともなくてよかったです。今日からみんな学校へ行ってくれるはずです。朝ごはんのお味噌汁のいりこだしを取っておきます。だんだんと寒くなってきたからか、体を温めてくれるお味噌汁を朝ごはんの最初によく子どもたちは飲んでいます。味噌汁って残されると作りたくなくなるんですが、美味しいって飲んでくれると面倒でも作ってあげたくなります。今日のお弁当は2人分。使いかけの鶏もも肉があったので、これを使います。アウトドアショップが作ったほりにしというスパイス、流行っているようですね。20種類以上のスパイスや調味料をブレンドしたスパイスのようです。普段はほとんど料理をしない夫が自分でお肉を焼くために買ってきました。料理をするたびにあまり見かけない調味料が増えていく、そんな感じです。せっかくなのでお肉に振って使おうと思います。芋掘りシーズンに子どもたちが掘ってきたさつまいもです。しっかりと泥を落としておきます。甘くなるように少し寝かせておきました。子どもたちが掘ってきたお芋だからか、ところどころ黒ずんでいるので、いつもより厚めに皮を剥いておきます。子どもたち5人がみんなさつまいもを掘ってきたので、家には大量のさつまいもが今もあります。収穫シーズンになると人数分のお野菜がもらえるのはすごくありがたいですよね。
さつまいもとりんごの甘煮を作ります。さつまいもとりんごを一緒に煮ることで、さつまいもの甘さがより引き立ちます。私の母がよく作ってくれた思い出のおかずです。今日はさつまいもとりんごだけですが、ここにレーズンなんか入れても美味しいです。砂糖を少し入れて煮ていきます。最近は時間があれば米粉を使ったおやつをよく作っています。昨晩米粉のクッキー生地を作って寝かしておきました。子供のおやつなので砂糖は控えめの素朴なクッキーです。普段のおやつなのでなるべく簡単に作れて体にも優しいおやつを日々研究中です。こちらはプレーンのクッキー。こっちにはかぼちゃのパウダーを練り込みました。180度で温めたオーブンで10分ちょっと焼いていきます。子どもたちは7時頃に起きてくるので、それまでにお弁当と朝ごはんを仕上げておこうと思います。夕方は末っ子が泣いて、最近は本当に晩ご飯作りが大変なんですが、この時間帯は寝ていることも多いので、ご飯作りもスムーズです。鶏肉はスパイスを振ってから少し置いておいたので、そろそろ味が馴染んでいるはずです。皮面から焼いていきます。ぬか床を作りました。ぬか漬けとは米ぬかを発酵させたぬか床に野菜などを漬け込んでおいたお漬物です。日本では昔から食べられている発酵食品。自分でぬかと塩と水、昆布や唐辛子などを混ぜて発酵させてぬか床を作りました。体調を崩してからはより一層食事に気を使うようになりました。体は食べたものからできているんですよね。おはよう。最近は日本の食事もだいぶ洋食化してきていますが、日本人はやっぱり昔から食べてきたお米、あとはお味噌や漬物などの発酵食品が体には合うのかなと、最近は私のおばあちゃんが作っていた料理を思い出しながらご飯を作ることが増えました。子どもたちはきゅうりのぬか漬けが大好きなのですぐになくなりそうです。
ちゃんおはよう。おはよう。ちいかわの夢見たの？あー、よかったね。あ、プリキュアの夢も見たの？鶏肉が焼けました。ニンニクやスパイスのいい香りがします。着替えてよ。いいかい？子供たちって朝は着替えや準備もせずのんびり。何度言ってもなかなか動いてくれないのはどこの家庭も同じでしょうか。さつまいもとりんごの甘煮もできました。少し前に作った五目豆、一度火を通してからお弁当に入れようと思います。子供たちのおやつの米粉クッキーも焼けました。ふわっとした素朴なクッキーです。あ、お味噌汁作んないと。じゃあおはよう。今日学校行ける？着替えてよ。今日調子どう？喉痛いの？着替えてよ。ご飯するよ。あら、みんなして運動会も近いのに。ねえ、本当だよ。着替えてきてよ。ご飯するから。はいよ。ちょっと本当に着替えてね。もうご飯。急いで朝のお味噌汁を作ります。インフルエンザから回復して今日はみんな学校に行ってくれると思ったのに、喉が痛い子が2人。困っちゃいますね。お弁当のご飯を先に詰めておきます。ご飯するよ。はい。お茶持ってきて。お茶。じゃあ。熱下がった？うん。よかった。たださ、お弁当分だけ残しといてね。大丈夫だと思う。ママ。うん？のど飴飲んでってもいい？のど飴喉痛いの？そう。いいよ。ご飯だよ。あれ、あおちゃんのおむつ替えないと。クッキー美味しかった。はい、ご飯。ご飯。食べてよ。あと味噌汁入れるから。今日のお味噌汁はキャベツと高野豆腐の味噌汁です。
なんで小さな卵があったの？我が家の小さな卵。安かったの小さい。買い物行ったら。小さいから安かったの？子供たちのお弁当を詰めていきます。まずはスパイスチキン。朝は忙しいのでお肉を焼くだけ、魚を焼くだけのお弁当が最近は多めです。五目豆はおばあちゃんがよく作ってくれたおかず。おばあちゃんの味に近づけたいなとレシピを改良中です。子供たちが掘ってきたさつまいもは甘く煮えました。ご飯の上には黒ごま。実家の庭で採れた梅で作った梅干しを最後にのせたら今日のお弁当は完成です。とかぼちゃのクッキー。うまい。色なしバージョン？色なしは何もない。何もない。かぼちゃのやつだけかぼちゃのやつ。これラップでいい今日。忙しい毎日なので市販のおやつの日が多いですが、たまに作ってあげると子どもたちは喜んでくれます。お待たせしちゃう。僕も。お待たせちゃミルク飲もうか。ねえ、う。きゅうちゃんのミルクおいしいかな？ねねが作ってくれたミルクだよ。上の子たちは学校へ行ったので、ようやく末っ子のミルクの時間です。時刻は8時半。朝ごはんの片付けをします。本当は子どもたちと一緒に朝ごはんを食べたいところですが、なかなか時間が取れず、子どもたちが学校へ行ってから一人で朝ごはんを食べる日が多いです。6人目を出産した後は思うように体が動かせない日が続きました。だからこそ今こうしていつものように家事や育児ができることが本当にありがたいなと感じています。子供6人を育てる我が家の朝の日常でした。この動画が面白ければ高評価、チャンネル登録お願いします。では今日も一日頑張りましょう。ひらり家のご飯公式 LINE からパラパラチャーハンの作り方など無料動画を3本プレゼントしています。詳しくは概要欄をチェックしてね。また次の動画でお会いしましょう。